北京の天安門広場で歴史が動いたのだ。トランプが14年ぶりにここに降り立った瞬間、習近平の隣には一人の男がいたのだ。蔡奇という名前の権力の陰の人物。彼が何をしようとしているのか、日本人の仕事と家計が直撃する。習近平の右腕、蔡奇って本当にそんなに重要な人物なんですか？私は正直、その名前さえ初めて聞きました。なぜ、突然こういう話が？答えはシンプルなのだ。蔡奇という男が中国の最高権力構図を書き換えようとしているから、それが台湾をめぐる新しい戦略につながり、結果的に日本企業の仕事、あなたの給料にまで波及するのだ。2024年秋、蔡奇の人事異動は中国共産党内でも異例だったのだ。北京市の最高権力者である首藤書記から全国人民代表大会の副委員長へ。一見するとすごろくの駒が下がったように見えるけど、実は権力の中枢へ移動したのだ。待って、全国人民代表大会ですか？私の知識ではあそこって名目的な存在で実権はないんじゃなかったかしら。どういうことなんです？その通り、表向きはそうなのだ。だから蔡奇は一段下がったように見せかけた。だがよく見てみるのだ。蔡奇が掌握していたのは北京市という権力基盤なのに、その地位から全国レベルに昇格したんじゃなく、習近平のもっと近いところに引き上げられたのだ。情報統制から党の意思決定中枢へ。蔡奇という男は習近平の命令を 100% 実行する人物なのだ。北京時代、彼は党の支配を徹底的に強化した批判勢力を排除し、情報統制を完璧にした習近平から見れば最も信頼できる実行者なのだ。つまり、習近平が台湾をもっと強く支配したいって思ったら、蔡奇がそれをやりますと言って完璧に実行する、そういう関係ですか？その通りなのだ。そして実は蔡奇の昇格には一人のライバルの衰退が背景にあるのだ。王岐山という人物。彼は長らく習近平の最有力補佐官だった。だがここ数ヶ月、彼の存在感が薄れている。待ってください。中国の権力闘争って怖いです。王岐山が衰えたってことは彼が何かしたんですか？それとも単に年を取ったから？実はその両方なのだ。王岐山は80代に入った年齢という客観的な理由を使われて権力から距離を置かされている。同時に彼は多権派とも言われていた。つまり台湾に対して段階的な統一を目指していたのだ。一方の蔡奇は、彼は習近平の強硬的な台湾戦略を 100% 支持する男なのだ。つまりだな、習近平の権力体制の中でハト派がタカ派に置き換わったのだ。この変化は台湾に対する新しい圧力戦略を意味しているのだ。貿易制裁、軍事的狭制、外交の孤立化の強化、そしてそれが日本企業にどう響くのか、それが今日の問いなのだ。でも先輩、なぜトランプがこのタイミングで北京に来たんです？何か関係があるんでしょうか？まさにそれが鍵なのだ。トランプは北京到着の第一声で、パートナーになろう、ライバルではなく、と述べた。だが、習近平の返答は、台湾で謝ると両国の関係は危険な状態に陥る、という警告だった。つまりだな、トランプに対して、習近平と蔡奇は、我々の台湾戦略に干渉するな、というメッセージを送ったのだ。私が見た時点では、関係が改善する、みたいな報道ばかりなのに、実は、見た目は友好、本当は対立、ってことですか？正解なのだ。これは、外交儀礼、と、戦略的メッセージの両方が同時に進行している状況なのだ。表面的には米中関係が安定に向かうと見えるけど、その下では中国の台湾戦略は揺るがないという強いメッセージが隠されているのだ。だから日本企業にとってこれは無視できない話なのだ。例えば台湾に本社や工場を持つ日本企業は今後中国市場へのアクセスと台湾での事業継続の板挟みになる可能性があるのだ。中国が台湾関連企業とは取引しないという選別を強化すれば日本企業も選択を迫られるのだ。
つまり日本企業の人員配置とか投資計画とか、そういうところにまで中国の権力交代の影が落ちるってことですか？現地駐在員とか大変ですね。その通りなのだ。さらにだな、台湾の半導体業界への圧力も強まるだろう。世界中のスマートフォンやパソコンの心臓部が台湾で作られている。その供給が不安定になれば、日本の電子機器メーカーも部品調達に支障が出る。結果としてスマートフォンの価格が上がったり、納期が遅れたりする可能性があるのだ。つまり蔡奇という一人の人物の台頭があなたのスマートフォンの価格やテレビの納期にまで影響するのだ。権力という見えない力が目に見えるあなたの生活コストに変わるのだ。これが地政学の怖さなのだ。でもこれって本当に確定的な話なんですか？蔡奇がそこまで強い権力を持つってどこで確認できるんでしょう？実は僕の見立てなのだ。中国の党内の権力構図は公開されていないから 100% 確定することは不可能なんだ。だけど証拠はある。それは蔡奇がトランプ訪問の際に習近平のすぐ隣にいたという事実。これは演出ではなく権力の可視化なのだ。習近平がこの男を信頼しているというメッセージを世界に向けて発しているのだ。では今日のポイントを整理しようなのだ。蔡奇という人物が習近平の権力システムの中で昇格した。これは多権派から強硬派への権力交代を意味している。そしてトランプとの会談の中でその強硬的な台湾戦略が明確に示されたのだ。これから何が起きるのか、3つのシナリオが考えられるのだ。第一に中国が台湾への経済的圧力を強化する場合。第2に軍事的な小競り合いが頻発する場合。第3にトランプが台湾支援に転じた場合。どれになるか、それは今後の米中交渉次第なのだ。私たちは毎日ニュースを見ていますけど、こういう見えない権力闘争が実は自分たちの生活に直結してるってすごく怖いです。でも勉強になりました。ありがとうございます。さらに付け加えるなら、今のホルムズ海峡の状況とも絡んでくるのだ。日本向けのタンカーがようやく1隻海峡を通過した。これは2月のイラン攻撃以来の快挙なのだ。だがあと42隻が足止めという状況は変わっていない。つまり日本のエネルギー供給の不安定性は継続中なのだ。その上中国が台湾に対する圧力を強化すれば世界経済全体が不安定になる。これがさらに日本の物価を押し上げるシナリオもあるのだ。明日はこのトランプ習近平会談で本当に何が決まったのかを追跡するのだ。チャンネル登録と高評価で応援してほしいのだ。また明日なのだ。